それどうも。今回は本当にねよく作るペペロンチーノなんですけど、なめこを使って作るペペロンチーノです。通称なめこペペです。どうぞよろしく。僕はあれなんですよね、なめことにかく好きで、お味噌汁に入ってるやつとかもうあれいくらでも食べれるんですよね。でキノコ全般好きなんですけど、その中でもねやっぱなめこはこう特別な感情をね抱きたくなるような、そんな味がしますね。粘りといい、程よい後味、風味といい、なんでこんなうまいんだってね毎回思うんですよね。ただそんななめこ、味噌汁が至高でしょうと、それ以外ないでしょうと、言いたくなる方もきっといらっしゃると思うんですけど、いやいやちょい待ちと、なめこは実はねペペロンチーノにするとめちゃめちゃうまいっていうのをこの動画で証明したいと思います。はい、まずは簡単な切り出しからです。このみじん切りはですね、なるべく細かい方がいいですね。この後の調理の、ちょっと都合上叩きまくって細かくするんでもいいんですけどね、ある程度はしっかりと切って細かくしておいた方が、なんでしょう、雑味が出ないというか風味が外に逃げないと言いますかね。わかりますよね。ね、切り出しはこれでも終わりなので、あとはフライパンの中で作業です。まずはオリーブオイルをしっかりとひいて、これ加熱をねちゃんとしておきましょう。ちょい強火ぐらいですね。そしたら、水洗いして水分を拭っておいたなめこ、これを思いっきりよくフライパンの中にインしてしっかりと炒めていきます。これねかなりしっかり炒めます。ここがはっきり言ってこの料理のね最大のポイントです。旨味を軽く出すためのねひと塩は忘れずに。で火を入れていくとこれだけね水分が出てくるんですよ。で最初に投入した量のだいたい3分の1ぐらい少なくなってるように見た目には見えるぐらいしっかりと火を入れていきます。でこのね鍋底に少しずつこう旨味がねこびりついてくるんですよね。これをフランス料理だとシュックっていうんですけど、このねシュックをいかにうまくこの料理に取り込むか、これが最大のもうね最大ですよ、はっきり言って。こうね見てもらうともうなんか焦げついてきてて後戻りできないんじゃないかって一瞬心配になる方もねきっといらっしゃると思うんですけどね、安心してください。これがベストです。ここで弱火に落とします。これはまだ美味しい状態なんですよ。なめこの美味しい焼き色がこびりついてる状態で鍋の温度を落とせばそこから焦げることはないというか、焦げづらい。そしたら、温度の下がったフライパンでニンニクをゆっくりと香り出ししていく流れです。ここでね、火力ね落とさないでやっちゃうと、このシュックも焦げてっちゃいますしね、ニンニクも速攻焼き色ついてなんなら焦げてっちゃうんであんまりいいことないですから、しっかりと火加減はね調整してくださいね。その隙に、パスタ茹で始めてしまって塩加減もしっかりと決めておくことを忘れずに。そうこうしてるとこんな感じでねニンニクが程よくこうちょっと香ばしい感じになってくるんですよね。まだねこの鍋底大丈夫かってねきっとそんな段階だと思うんですよね。ここで魚醤、イタリアの魚醤を軽く加えました。お醤油でもいいです、なければ。これね2杯目小さじに入ってないですね。困っちゃうな。はい、で魚醤も入って全体に馴染んだらここで茹で汁です。この茹で汁でようやく鍋底のシュックがね全部こうこそげ落としにいける。これね落ちるんですよちゃんと。この時点でも、弱火から中火の間ぐらいですかね。こうやってみるみるねこうなんですかゴムベラで落ちるんですよね。これがね本当にソースになめこソースとしてすごく大事なんですよね。めちゃめちゃ大事。
このシンプルな素材でどんだけ違いを作るかはこのシュックの使い方にあります。見てください、この鍋底、もうね跡形もありません。何もかもがソースと一体化したっていう状況です。これがうまくいったらもう9割 9.5 割は成功ですね。もう美味しくなる気配しかないというか。そしたらイタリアンパセリを振って茹で上がったパスタ、これを、ソースのあるこの鍋に移して全体に合わせていくだけです。これでこのシンプルな素材たちがですね、とんでもないぐらいうまくなります。なんでしょう、こうポルチーニだけとかそういうのにねちょっと似たような風味が出てきますから、まるでちょっといつものなめこは一体どうしてしまったと、これを食べたらそんな意見が飛び交うことがね十二分に予想されます。これでソースがしっかりとパスタにまとわりついた状態なので、あとは念のためですね、味見で塩加減の確認をしておきます。うまみ調味料とかもね使ってないでこの味が出せますから。というわけで盛り付けドレッセンに行きます。パスタが冷めないように少し重ねて小高く盛り付けておきましょう。なめこもねたっぷりと余すことなくパスタに添えて、仕上げには、軽くイタリアンパセリ、ソースに入ってるんですけどね、やっぱ仕上げにかけた方がよりこうハーブ感楽しめるんでおすすめです。よしよし、めちゃくちゃうまい。なめことはね思えない。いやでもなめこの良さはもちろん残ってるんだけど、なんかこうやっぱねすごいポルチーニを彷彿とさせるような風味がすごい出てますね。なんかほんと香り高い仕上がりになってる。家でこれ食べれるのかっていうね、なんかそんな味ですね。はい、うまっ。しっかりと焼き色つくまで炒めたからこそ出てくるこのうまみ、これがねかなりこのパスタのポイントなんじゃないかと思いますけどね。この程よい粘りがほんとねこれ癖になりますわ。というわけでなめこペペロンチーノでした。ぜひぜひお試しください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。